こんにちは。D ラボへようこそ。動画を見てくださってありがとうございます。今日はこのチャンネルについてのお話をします。まずは自己紹介をします。名前は D です。中国語を学習しています。中国では地球の地を D と発音するので、漢字表記では地と表すことにしました。小学校教師を15年経験しました。現在はフリーの教師をしています。主な活動として、短期や長期の家庭教師、逆上がりなど運動や集団遊びの指導、もう一つ仕事ではないのですが、一人だけ友達になった日本語を学習している中国の学生に、チャットを使って作文の書き方などの日本語指導をしています。とても日本語が上手な友達なので、中国語を教えてもらっています。ちなみに、チャンネル名のラボとは、英語のラボラトリーの略で、研究所という意味がありますが、ラトビア語で良いという意味もあるそうです。なので、良い情報を提供できるような研究所を目指します。このチャンネルで取り扱う内容ですが、主に自分の学習や指導の経験をもとにした面白くてわかりやすい少し変わった覚え方を紹介します。また、学校や家でできる簡単な手品などの小ネタなどの解説や、一人旅が好きなので、今はなかなかできないですが、旅行ができるようになったら、旅先での発見や楽しみ方などの紹介もしていきたいと思います。ちなみに写真は、上海のホテルで見つけた日本語を間違えた掲示物の写真です。ここで先ほど、面白くてわかりやすいという言葉を使いましたが、覚え方で大切なのは、面白さやわかりやすさよりも頭に残ることだと思っています。面白かったりわかりやすかったりすれば頭に残りやすいとは思いますが、面白くなくてもわかりにくくても逆に頭に残るかもしれません。今回はそんな覚え方を2つ紹介したいと思います。くだらないと思うかもしれませんが、意外と頭に残るかもしれませんよ。さて、1つ目は犬の種類に関する覚え方です。グレートピレニーズとサモエドというどちらも体高が60センチメートルほどにもなる大きな犬がいます。どちらも大きくて白い犬なので区別がつきにくい人も多いようです。こちらが写真です。左がサモエド、右がグレートピレニーズです。写真で違いが分かった人は鋭いですね。違いの見分け方の一つに耳に注目する方法があります。耳が立っている方がサモエド、耳が垂れている方がグレートピレニーズです。しかし、耳に注目することは分かっていても、耳が立っている方がどっちだっけとなってしまいます。そこで、ピレニーズはタレニーズという言葉で覚えることにしました。こうすることで迷うことはなくなりました。と言っても、この2頭を見分ける場面はなかなかないと思います。ただ、知っていても損はないと思うので、皆さんに紹介しました。次は、もう少し使う場面のあるものを紹介します。カレイとヒラメです。これはクイズなどでも出題されることがよくあり、違いを知っている人も多いかもしれません。こちらがカレイで、こちらがヒラメです。いくつかの見分け方がありますが、一番有名なものは、上から見たときに、右側に目があるのがカレイ、左側に目があるのがヒラメです。この見分け方を知っていても、結局どっちだったっけと迷うことがありました。そこで、ヒラメはヒダメという覚え方をしたところ、忘れることがなくなりました。この2つの覚え方に共通するのは、一見つまらないダジャレのように感じても、意外と頭に残ることです。一般的に言われているような上手な語呂合わせではなく、ちょっとくだらない、でも頭に残る、そんな覚え方を皆さんに紹介できればと思っています。先ほどのように
ダジャレにしたり、掛け算九九のように歌にしたり、イカのお寿司のように頭文字をつなげて言葉にしたりするなど、いろいろな覚え方があります。先ほども言ったように、無理やりな語呂合わせでも、少しくだらなくても、意外と頭に残ることがあります。一番いいのは、自分で覚え方を見つけることです。自分で考えたものは忘れにくいです。しかし、簡単に思いつくものではありません。ですので、このチャンネルを通して、こんな考え方でもいいんだ。自分だったらこっちの方が覚えやすい、などと考えるヒントになればいいなと思っています。もちろん、このチャンネルで紹介した覚え方が気に入ってもらえたら嬉しいです。これから皆さんのお役に立てる良い情報を研究し、紹介していきたいと思っていますので、動画に関する感想やリクエスト、チャンネル登録などをしていただければ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。